トヨタイムズスポーツをご覧の皆さん、こんにちは。お昼休みに失礼します。メインキャスターの森田京之介です。さあ、今回はですね、週末にラリー北海道の中継があるため、事前に収録をしたものをいつもの時間に公開させていただきます。今私はスタジオではなく、おそらく北海道にいるはずです。ただですね、 YouTube のプレミア公開という機能を、放送で使わせていただくことでコメント欄での参加可能になってます。ぜひたくさんコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、この話題からいきましょう。男子バスケ日本代表やりました。先週の特集でインタビューをお届けしました渡辺裕太選手、馬場雄大選手、レクサスがサポートする2人ですね。それからアルバルク東京の吉井選手、みんなの力でパリオリンピック出場を決めてくれました。東京オリンピックの時は開催国枠の出場で3連敗、国際大会で勝てない状況続いていたんですが、自力でその切符を勝ち取りました。日本中沸きましたし、本当におめでとうございます。パリで応援するのが楽しみです。さあ、その渡辺選手、馬場選手のインタビューを含めまして、先週はこちら、世界各地のグローバルチームトヨタアスリート、通称 GTTA の注目選手を、紹介するスペシャルをお届けしましたけれども、今週も2週連続でのスペシャル企画です。来年の今頃はですね、ちょうどビッグイベントの閉会式ということで、その余韻を浮かべつつ、ちょっと今週の特集入っていきたいなと思うんですが、今週はいよいよ1年前、日本人アスリートが大集合したスペシャル企画、競技が異なるからこその、興味深い話、たくさん聞くことができました。トヨタイムズスポーツとしては初めてですね、このようにひな壇を使っての収録になりました。およそ1時間の、トーク番組、ご覧ください。これ誰のタイムだろうみたいな。 OR ってついてるけど OR ってなんだろう。芸術っぽさもあるのが走り幅跳びなのかな。行った先でトヨタのグローバルな顔を感じるというか、次の試合でその同じミスをしないためにミスしたんだ。見えないからできないんじゃなくて、私だからできない。今回はパリ1年前企画ということで、この方とお届けしたいと思います。東京2020オリンピック女子バスケットボール銀メダル、三好奈穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三好さん、現在はスポーツ強化地域貢献部に所属ということで、我々と一緒に番組作りの仕事を手伝ってくださっているわけですけれども、今はですね、実際バスケの解説もしたりとかしていて、パリオリンピックでは解説を目指している。そうなんですよ。ちょっと高い目標ではあるんですけれども、どうにかパリでもなんかお仕事でなんか携われたらなって思ってます。やっぱりね、バスケットボールの魅力を伝えるっていう意味では、今のゲームの解説をするっていうのはすごく大事ですもんね。ということで、そんな思いを抱いている三好さんだからこそ、今回はですね、伝える側でもう前面に立っていただきたいなということで、この1年前のスペシャル企画、私と一緒に進行役ということで、ありがとうございます。お願いします。どうですか、その伝える側としては。そうですね、本当それこそ初めてなので、こういう進行側っていうのがすごい結構緊張してるんですけど、本当今日来てくださってるアスリートの方々だったり、スポーツの魅力を森田さんと一緒に引き出せたらいいなと思います。頑張ります。よろしくお願いします。さあ、では本日集まりいただいたアスリート、ゲストの方々ご紹介したいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、これまた豪華ないろんな競技の方々が集まってくれました。いや、めちゃくちゃ豪華じゃないですか。もう、いや、これがトヨタアスリートならではですよ。そうですね。さあ、ということで、進行役の三好さんから今日はゲストの紹介もお願いします。はい、わかりました。まずは前列からご紹介したいと思います。車椅子テニスの三木拓也選手、所属部署はスポーツ強化地域貢献部。パラリンピックはロンドン、リオ、東京と3大会連続で出場。去年の全米オープンでシングルスベスト4、今年のウィンブルドンはダブルス準優勝。
トヨタのパラアスリートメンバーの中ではお兄さん的存在で、スタジオは初出演ということでよろしくお願いします。よろしくお願いしますお願いします。続いては視覚障害者柔道、通称パラ柔道の半谷静香選手。現在はトヨタループスに所属。リオ大会、東京大会ともに女子 48kg 級で5位入賞。トヨタイムズスポーツは初出演です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては競泳平泳ぎの渡辺一平選手。所属部署は営業業務部。専門は 200m 平泳ぎです。リオオリンピックは6位入賞。2017年には世界記録を更新。東京オリンピック出場を逃した悔しさを晴らすべく、先日の世界水泳にも出場するなどパリに向けて奮闘中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。続いてはベルブリッツ所属の新人アスリート谷中吉平選手。姫野選手と同じ帝京大学出身。2年連続大学日本一の実績を引っ提げて今年4月にトヨタに入社。所属部署は車両物流部。7人制ラグビー男子セブンズの日本代表としてパリで初のオリンピック出場を狙います。よろしくお願いします。お願いします。最後はパラ陸上の走り幅跳び芦田一選手。所属は総務部。リオパラリンピックでは走り幅跳び専門ながら 4×100m リレーで銅メダルを獲得。トヨタイムズスポーツでは東京大会の時からアスリートキャスターを務め、現在は大阪を拠点にパリを目指すジャンパーです。よろしくお願いします。お願いしおます。願いします。ちなみに今日この5名の方々揃いましたけど、今日揃う前から以前からお付き合いがあったっていう関係があったりするのは誰ですか？僕とはじめが飯友というか、飯友たまにはい、仲良くしてもらってます。ねね、お兄ちゃん。確かに早速あれですよね立ててくれて、芦田さんがミキさんにインタビューしたこともありましたもんね。ありましたね。はい。すごくいい盛り上がりを見せてくれたりとか。他は一平とは大学の先輩後輩そうです関係ね。もあるんで、結構長い付き合いだとは思います。もう初めてで言ったらもう僕が大学生の時からお会いしてるので、あ、そうだ、はいそうなの？はい、はいもう月日は長いです。そうなんです。あ、じゃあ結構ありますね、関係はね。半谷さんは？私はミキさんとよくトレーニング先でお会いすることがあって声をかけてもらっています。あ、そうなんですか。ここはランチ仲間で。なんだ、事前にちゃんといろいろ関係あるじゃないですか。そうなるとやっぱり谷中さん、当然どうですか、皆さん会うのは初めまして。初めまして。はい。これは極度のプレッシャーですよ。いやさあではですね、ここからアスリートの皆さんに、お話を聞いていきたいと思うんですが、今回はですね、皆さんに事前にアンケートにお答えいただきました。まずはですね、1年前特集ということなので、オリンピック・パラリンピックについてお聞きしていきたいと思います。まず1つ目の質問がこちらです。オリンピック・パラリンピックの舞台、忘れられないあの瞬間ということで、一番ね、出た時に思い出に残っている瞬間とか出来事、これを聞いてみました。はい、ではいきます。ある選手の答えがこちらです。はい。準決勝の舞台でオリンピックレコード。はい、オリンピックレコードをこの中で出したことがある人といえば誰だとぼけてますけれども、カメラが寄っていきます。はい、渡辺一平選手。はい、僕です。はい、これやっぱ一番思い出深いですか？はい、リオ五輪の時に僕自身全然ランキングにも入ってないような選手だったので、決勝進出っていうところを目標にリオオリンピックには臨みました。はい、そこで準決勝で自己ベストを大幅に更新して、当時のその歴代オリンピックでの一番速い記録、オリンピックレコードっていう記録を出した時が一番印象に残ってますね。どういう、要はそこまでできるって分かってない中でそんな記録が出ちゃった時って、はい、どんな気持ちになるんですか？なんかもう自分の結果じゃないような感じだったんですよ。自己ベストも2秒近くそのレースで更新をして、もうなんかその時タッチして、これ誰のタイムだろうみたいな。OR ってついてるけど OR ってなんだろうそれすらも全然視野に入ってないのでなんだこれはみたいな感じでしたね。で気づいたら俺だと。俺じゃんみたいな。まだその時19歳だったので、もう怖いもの知らずでブイブイ言わせてましたよ本当に。俺やったぞと。はい。でそれがでも準決勝の舞台ですよね。はい。
これ決勝まではそうなるとどういうメンタルになってくるんですか？競泳は準決勝を終えて決勝まで丸1日あるんですね、はい、次の日の夜が決勝の時間帯になるので、もうその1日はもうずっと目つぶったらもう金メダルがプラプラしてるわけですよ、自分の目の。ですよね。はい、そんなこと考えてもなかったのに、いきなり金メダルが目の前にあって、もうそこは非常に自分の中で印象にも残ってるし、あの体感であの中でもう一回結果を出したいっていう気持ちがありますね。その時では取れなかったからこそ、でもそこに近づいたって感覚は体の中にあるわけですもんね。はい、あの時に自分って世界で活躍できる選手なんだなって確信しました。どうですか、今の話聞いてて、三木さんどんな風に感じますか？いやそうですね、やっぱ僕もそういう前回のウィンブルドンの決勝で、ダブルスでしたけど、その手が届くところで届かなかったっていう部分があるので、結構似た気持ちはありますね。はい、結構共感しましたね。はい、目の前で世界一ですもんね。そうですね。はい。でそれが眼前に来て、そこでちょっと取りきれなかったってところで、なんか今後の自分への期待感もありつつ、やっぱその悔しさもありつつっていうので、聞いてて分かるわーって思いながらありますよね、これは。ですか。聞いてました。じゃあその三木さんに伺いますけれど、三木さんがオリンピック・パラリンピックの舞台で、一番思い出深い瞬間、忘れられないあの瞬間、なんでしょう？そうです。僕の場合は一番初め最初に出たロンドンの、12年の、開会式ですね。そこがパラリンピックに出ようと思ったのがそのロンドンの2年前で、もう本当に普通の選手というか皆さん4年かけて準備するところを、僕が障害を負ってしまったのが2年前3年前とかだったので、そこから目指すってなって、いざ出れた時のその花火がバーンって上がるんですけど、その時にの達成感というか、やりきったなっていうのがちょっとそこで出ちゃったせいで、シングルスは負けてしまったんですけど、だからそこの部分がものすごく自分の中では、はい、大きいですね。やっぱりそれだけだから特別な舞台だったってことですもありますね。そうですね。両親にもそこでそのパラに出られなかったらもう競技としてはやらないっていうふうに約束をしてやって単価を切って目指したので、かなり自分にとっては感慨深かったですね。もうだから10年以上前ですけど、そうですね、はい、まだ鮮明に覚えてる。そうですね。もうすぐ目閉じたらパッと出てくるって感じです。はい、やっぱそれだけの印象的な舞台ということで、芦田さんはどうでしょう？なんか全然華やかな話じゃないんですけど、瞬間というかリオのパラリンピックが初出場で、その代表になった時に何のために競技やってるかっていうのをちょっと忘れたんですよね。忘れた。はい。っていうのもすごい応援してくれる方が増えたりだとか、ジャパンっていう感じで自分のためじゃなくて日本のためにやってるのかなとか、そこにもう行きたくて努力してきたので、そこまでは自分のために頑張れてたんですけど、そのなんか代表決まってから自分のためっていうよりかはそれ以上のものを自分でなんか勝手に背負い始めて、なんかプレッシャーにやられて全然おもろなかったなっていう、なんかせっかくの祭り全然楽しんでる記憶ないんですよね。そっか。でも逆もしかりなわけですね。要はみんながみんな楽しいね、思い描いてた舞台にやっとたどり着けたじゃない、素直な心持ちですね。そこはね。なんで終わってから結構後悔というかちょっと悔いがありますね。なんであの場楽しまれへんかったんかなっていうのが、はい。だからこそもう一回。なんです。はい。パリで。そうですね。はい。いやなんか皆さんのねこういった瞬間の話を聞くと、なんか自分じゃないんだけどちょっと鳥肌が立つような、なんかその瞬間自分も味わってみたいなとか思うんですけど、その点ね、まだオリンピックという舞台を経験していない谷中選手、どうですか？そのオリンピックの舞台、どんなところだっていうふうに今想像イメージしてますか？そうですね、なんかすごい自分の競技だけじゃなくて、その他のこういった新しい競技とも触れ合える素晴らしい機会だと思いますし、そのさっき芦田さんも言われてたんですけど、やっぱりすごい舞台であるんで、やっぱそこに出場できたら、やっぱそこに対して後悔とかそういうのを一切持ちたくないっていうのはすごい自分も思うんで、結果どうこうよりも自分がやりきれたって思えるような大会にしたいなと思うんで、そこを目指して僕も頑張っていきたいなと思います。
素晴らしいって今一平さんから答えかのような模範解答模範解答でしたね。でしたね。でも本当ね、やっぱいやすごい憧れます、やっぱり。そうですね。はい、やっぱもう皆さんすごいいろいろ経験されてるんですけど、やっぱり僕も全然まだまだそういう経験はないんで、これからなのかなっていうふうにワクワクします。やっぱりこのオリンピック・パラリンピックという舞台が、アスリートにとってね、ものすごく特別な場所だというのが分かったところでですけれども、今回はですね、皆さんの競技についても、我々質問を投げかけてみました。質問はこちらです。自分の競技を別の言葉で表すということで、ある選手の答えがこちらです。無限の計算式。いやー、ちょっと無待ってください限の計算式。おしゃれすぎません？そうですね。もうこれは5人からも何これと何これ？上がってますけど、僕のやつこの答えを出したのはどなたですか？はい安貝さん。じゃあちょっと解説お願いしてもいいですか？無限の計算式、柔道、パラ柔道が無限の計算式。はい、パラ柔道って言うんですけど、私たちの柔道見えない人、見えにくい人がやる競技ではあるんですけど、ほぼ一般の柔道とルールは変わりません。違いといえば最初から組み合っているところだけなんですね。なんでどっちにも当てはまる言葉です。でその理由として、柔道ってすごく乱暴な競技に見えると思うんですね。で力をぶつけ合ってる、最初は私も押し相撲かって思ってたんですけど、はい、実は力の向きが緻密に計算されていて、一歩出す足、ちょっと引く手、全てが緻密な力の向き、力の漏れがないような位置づけ、決まったところに足が出るようになるんですね。ちょっと言葉がうまく説明できないんですけど、よく柔道用語では、襟の手を立てるとか引き手を返すとか言うんですけど、それを巧みに使いこなすことで技をかける力の道筋ができてくる。で相手が押してくる力と自分の押してくる力の交点で技に入ると漏れなく技に入ることができる。そうなんだ。はい、と思ってます。でもつまり、はい、要は技をかけないと当然一本は取れないけど、はい、そこのある意味それが答えだとしたら、はい、そこに向かっての計算式が存在するわけですね。まずそうですね。普通の計算式って、公式があるとして、はい、その公式を教えてくれるのは指導者で、そこからアレンジするのは選手で、その答えに行く方法は、何でもいい。答えが1になる計算式は0足す1もそうだし、 1×1 もそうだし、1割る1もそうだし、何してもいいけど1にしてねっていうのが柔道かなって思ってます。深いですね、これは。ただ私はそうやって計算式とか座標とかすぐカツカツした数字でイメージしたがるんですけど、私のコーチは畳の上のサーフィンだって言うんですね。これまた違うの出てきましたね。そうだから、なんていうか、自然の力に抗わずにそこでの最善を探し出すのが柔道だっていうふうに表現をするので、私はそこを目指してこれから強くなっていきたいなと思ってます。いやこれね、いろんな言葉で表現するとその競技のなんていうんでしょう、本質に知らなくても近づけるというか、なんか言葉で表現してもらえることですごく分かりやすくなりますね。ありがとうございます。さあせっかくなんで、半谷さん以外の皆さんも含めてどんな言葉で表現してくれたっていうのを見てみましょうか。気になるのが結構ありますけど、まずちょっと私の近いところでシャトルランチェス、これはどなたですか？僕です。車椅子テニスをシャトルランチェス、どういうことですか？車椅子テニスって常に動きながら何秒セット間90秒の休憩とか挟みながらもポイント間も休憩はあるんですけど、その間ずっとプレー中は走ってて、で走りながら半谷さんじゃないですけど相手とのやり取りの中でその正解を探すだとか、詰将棋に近いようなものをやり取りしながら正解を探していくっていう作業をずっと長い時だと3時間くらいやるので、なんかそれをずっと走りながら頭も使ってやるっていうので、質問された時に一番最初にポンと出てきたのが、この言葉だったっていう。なるほど。さあそして同じね、チェスって言葉が入ったチェスマッチ、これは？すいません、私です。三好さんちょっとバスケットボールがチェスマッチ、チェスかぶりしちゃったんですけど、私もそうですね、お二方と一緒で
常に相手との駆け引きバスケット、こう来たらこう動くだったり先に予測して、相手がこう来るんじゃないかっていうのを予測して自分はこう動くっていうのを、常に頭の中で考えてるっていうのが、チェスに近いのかなと思ってチェスマッチにしたらまさかのちょっとかぶっちゃった。でもやっぱあれですね、このスポーツってチェスってね、そのスポーツとは言われてるわけじゃないですけども、こう相手がこう動いたらこうっていうことを考えるっていうことがやっぱいろんな競技にこう応用できるっていうそんな感じがしますね。共通する部分が結構競技は違えど共通する部分が多いなというふうには感じますね。ここ2人が同じ表現を出してくれました。でこれはなんとなく想像つきます。7分間タックルありの鬼ごっこ、いいっすね谷中さん。はい、7人制のラグビーってもうずーっと走り回ってるっていうのが僕の印象で、それを考えた時にそのアタックとディフェンスがどんどん走り回って入れ替わってるっていう状況が、鬼ごっことちょっと似てるかなと思って、そうですこういうふうにね。表現だけどこうタッチするだけじゃないですもんね。そうですね、それがタックルになるっていう激しさも加わって、はい、そして誰が一番水と仲良くなれるか、ちょっとねこれちょっと語呂悪いですね。え変えました。僕今考えました。考えた、新しいの。水とチェスです。本水とチェスです。当水とチェス、はいその心は、水は、はい空気と一緒のようにもういろんな形になるわけですよ。はい、だからもう答えがない中でそれとずっとやり合わなきゃいけないくなるほどて、で水と、これ仲良くなれるかって言ったのも、水をこう推進力を得るためには非常に難しい。水と友達になって水の考えを分かんないと早く泳げないっていうのは非常に考えとして持っているので、やっぱ水とチェスですね。水とチェス。やっぱこっちじゃないこっちでしょ。いやでも本当あれですね、相手っていうその一緒に泳ぐ相手じゃなくて泳ぐ場所である水っていうことを対象者としてこう考えるというか。はい、対人スポーツではないので、はい対誰とかではなくて対水として水と戦った瞬間もう終わりなので、水の考えを強くしなきゃいけないので、は水と友達になれるかっていう感じです。最後これまたやっぱ先輩方おしゃれなワードを聞きますね。私のジャンプ披露会。はい、跳躍競技ってその短距離走とか長距離走と違ってパフォーマンスするの一人だけなんですね。与えられた時間の中でどう助走を開始するか、飛び方自由というか、その飛んだ後の空中動作も自由なんで、なんか結果こう積み上げてきたもの、準備してきたものを披露するっていうので、なんかちょっと芸術っぽさもあるのが走り幅跳びなのかなって、初めて考えてみました。なるほど。確かにこう相手がいて競い合うっていうのは会場で見ててもあんまりなくて、一本ずつこう集中して見る側もね見ることができる、そんな感じがしますね。そうですね。なんでそこで逆にライバルが飛んだ記録を意識しだすと結構崩れる競技だなとも思います。だからこう思うことは大事なんです。そう大事だと思って書きました。やっぱアスリートの言葉奥が深いですね。深いですよ。これも結構いい質問。これもめちゃくちゃ深いですよ。ありがとうございます。語呂もいいし。本当ですか？ありがとうございます。嬉しいです。さあではどんどん参りましょうか。続いての質問がこちら。みんな知らない競技の裏の裏ということで、やっている人しか知らないわからない細かいけどめちゃくちゃ大事みたいなところってありません？いやありますね。なので、こんな質問になったわけなんですけど、じゃあ宮内さんお願いします。はい、ある方の答えがこちら。なんだか今日飛べそうな気がする。あら、ちょっとなんか一滑りしましたけど。やめてください。ちょっと待ってください。そう誰ですか？滑らしたの誰ですか？この答えは誰滑らですしましたね、私が。はい。芦田さはい。ん、どういうことですかこの。そうなんよ。いやこのね、なんか飛べそうな気がするがないと飛べないんですよ。それが走り幅跳びだと。走り幅跳びなんです。そのなんて言うんでしょう。なんだか今日みたいなところには、はい。なんか根拠ないけどみたいなそういう意味ですか。なんかオーラあるんですよね、飛べる人って。今日この試合この選手やばいなみたいな。まだ一本も飛んでないのになんとなく分かる。はい、コールルームで選手とこう対峙した瞬間にこの選手来そうやなみたいなのがあって、それが自分の場合ももちろんあるんですけど、何なんですかね。これちょっと分かんない。これ分かんないからこそこの言葉なんですね。ですよね。はい。
でもこの状態にするためのアプローチは考えなきゃいけなくないですか？そうです。なんで日頃こう勝ちマインドで準備できてるかだと思います。その試合の当日に自分が飛べるっていうセルフイメージとかもセルフトークをずっとし続けれた選手が結果自信があるんで、今日飛べるの当たり前なんですけどみたいなそうするとこのオーラにつながってくる。なるんだと思います。はあ。滑ってなかったっす。滑ってなかったですか？はい。真面目にちょっとはい。深い答えをいただき、はい。ありがとうございます。さあこれに関してもちょっと皆さんの見てみましょうか。はい。一個写真がありますね。これちょっと写真大きくできます。見てみましょうか。これは車椅子ですか。これミキさん。はい、これ僕ですね。はい。これ何の写真ですか。これタイヤのこのキャスターって呼ばれる小さなタイヤがあるんですけど、これ硬さだとか大きさとかいろいろありまして、実は。はでそれをサーフェスによって、サーフェスってこコートのねうプレーするコートの種類なんですけど、はい、それに合わせて変えたりだとか、あとはその後ろのこのキャスター高さも調節できるので、それをこう本当にそのコートに合わせて変えていくっていう作業を実は試合前とかにしてるんですよっていうそのシーンですか。写真ですね。はい。確かにこれ細かいですね。そんなこと知ってたんですね。観戦に来られた方はまず見る機会はない、本当に裏の裏って感じですね。あ、そうですか。例えばどういう時にどういうふうに空気圧どうするんですか。例えばですけど、今これ硬いコートが映ってますけど、はい硬いコートの時はあんまり凸凹がないので、この硬めのそのキャスターっていう小さな車輪を使って高さもそこまで高くしなくていいんですけど、芝だったりとかクレーコートだったりとかっていう凸凹がかなりあるコートだと、全部がこう下についちゃう状態だと空転するで、車椅子は進まないような状況が出てくるので、そこはもう本当にその日サーフェスその日の練習等で変わることも、特にクレーコートなんか雨が降ったりだとかでまたちょっと変わってくるので、その日でコンディションチェックをして調整をするっていう。経験がものを言いますよね。いや本当そうですね。いやかつそうです昔こうだったから、これぐらいの雨だったらこんなもんだからとか。ありますね。はい、もう肌感もありますし、あとはその、毎年このコート大体こういう1週間として大体こういうコンディションだねっていうのもあったりはするので。いやこれ僕パッと思いついたのはモータースポーツに似てるなって思いましたよ。あ、そうなんですよ。はい、やっぱラリーで道のコンディションこうだからタイヤはこうだろうとか、ちょっとどれぐらい高さ車高これぐらい上げようかとか。はい、もう本当そういう感じですね。へ一番推進力を得られるのはどの形かっていうのを大会に入った、前日の練習とかでチェックをして、で当日も微調整をしてくる。はあ、大変勉強になりますね。勉強になります。いい写真をありがとうございます。じゃあちょっと他も見てみますか。どうですかね。気になるのが試合と試合の間が1時間。これは谷中さん、はい僕ですね。新生ラグビー試合と試合の間1時間。そうですね。基本競技ってどの競技も1日1試合で終わるっていうのが普通だと思うんですけど、7人制のラグビーって1日に3試合ぐらいする競技になってて、で例えば1試合目の試合で、もし負けてしまった時とかやっぱすごい負けたりとかするとやっぱ、ストレスとか、そっち結構溜まっちゃったりとかすると思うんですけど、そういうのがまた次の2試合目に影響されちゃったらやっぱ2試合目3試合目とどんどん悪い状態になっていっちゃって、結局いい結果は生まれてこないので、1試合目の結果がどうであれその間の1時間ちょっとしかない時間でちゃんと切り替えれるかどうかっていうのがすごい7人制には大事かなっていう思います。ちなみに谷中選手はどうやって切り替えるんですか。そうですね。最初の方デビューしたばっかりの頃はすごいミスを引きずっててずっと落ち込んでたりとかしてたんですけど、最近はもう自分のそのミスでさえも、次の試合でその同じミスをしないために今ミスしたんだっていうふうに考えるようになってきてて、だから1試合目でミスしたことはもう2試合目では絶対起こらないんだっていうふうに自分の中でマインドセットできるようになりました。やっぱ本当考え方変えるっていうことですね。考え方一つで結構プレーも変わったりするので。やっぱそうですか。はい。
まあ、ちょっと細かいこと含めていろいろ伺いました。じゃあちょっと時間ないんでどんどんいきましょうか。続いては質問こちら、こんな特殊な練習法ということで、三好さん。はい、注目の答えがこちら。触る、感じる、試して話す。これはどなたですか？私です。はい。すいません、たびたび。触る、感じる、試して話すっていうのが練習。はい。じゃあ、どういうことでしょうか？はい。皆さんスポーツを学ぶときって何しますか？最初。最初、ミキさん最初テニスを覚えたときどうしました？ボール触りましたね。ボール触った。ああ、はい。そう確かにそうか。まあそれも正解なんですけど。打ちますね。試しますね。はい。最高ですね。あ、でもあれなんですよ。多分皆さん動画を見たり鏡を見たり先生のお手本を見たりすると思うんですね。ああ、確かに。でも私それができないので、まず見るという代償動作を触ったり感じたり試したりっていうところに入ってくるんですけど、じゃあまず1ステップ目の触る、どういうことかっていうと、文字通り触ります。先生の体を一コマ一コマ背負い投げっていう動作を分割して1シーンごとに手の角度がどうなってる、肩の角度がどうなってるっていうのを確認していきます。触って確認していくんですか？そうですね。実際に、触り方を細かく言うと2点以上3点以上で触るとか、軸と動く場所を必ず、てこの原理方式で支点力点作用点の場所を触って確認していくっていうのは、私はそれを基本にしてるんですけど、でそれを、パラパラ漫画みたいにしてコマを増やして動画にしていくイメージのフレームを作ることが触る。じゃあその触ったフォームをどういう力の向きで行われているのかっていうのを作る工程が2の感じるです。でこれをどうするかっていうと、実際に私に技をかけてもらいます。やってもらうんだ。はい。なるほど。でその時に感じれるのって、例えば緩急だったり強弱だったり固定する場所、タイミング、みんな見てれば分かることをそうやって感じて、あれは引っ張ってるように見えたけど実は押してるんですねっていうとか、そういうところを確認するのが感じる作業、でじゃあ今度試してみましょうっていうことで、実際自分がやったらどこにエラーが発生するのかっていうのを今度試して、でフィードバックして話してもらう。で試して話すを、トライアンドエラーにそこがなるとは思うんですけど、柔道が難しいのは自分一人でやってないので、競技の中で起こるエラーって再現性がない。だからコーチたちはフィードバックにすごく苦労するし、さっきのあの場所のあれなんだけどって言われて、どれなんだろうかっていうことを繰り返さなきゃいけないですね。なので柔道の場合っていうのはやはり基本練習がもちろん大事になってくるし、視覚障害の選手であればどのエラーなのかが本人が認識していない限り指導が成り立たないので、その試して話すが非常に重要になってくる。重要だし難しいってことですね。そう思います。今でも難しいと思ってます。いやー、そっか、そう成り立ってんですね。芦田さんこういう話好きそうですね。めっちゃ好きですね。大好物でした。はい。ではですね、続いてなんですが、同じ皆さんアスリートといえど競技が違うということで、他のねアスリートの方に聞いてみたいこと、事前にねアンケートをもらってます。まずはこちら、三木選手から渡辺選手への質問。水泳の方みんな見てて思うんですけど、はい、その可動域っていうか体がすごいこうバランスがこう整っているというか綺麗じゃないですか。だからなんかあんまり言いたくないですけど綺麗で言いたくないですけどなんで可動域って僕も結構こう車椅子テニスって下半身をベルトで固定してたりするんで、はい、上半身の可動域ってすごい重要で、だからなんかそういったところでなんかその可動域維持だったりとか、はい、ストレッチにどれくらい時間かけるかとか、なんかそういったところをちょっとここは水泳の選手ならでは知ってるんじゃないかってことですね。これ可動域は非常に難しくて、競泳でいうと、例えば力入れようとするじゃないですか。水を捕まえようとすると可動域が広かったら逃げちゃうんですよ。逆に広すぎても広すぎると良くないです。なるほどなるほど。なんで僕で言ったら肩は非常に可動域が柔らかいですけど、その他の体の柔軟性はほぼないですね。その方が水は逃げないです。平泳ぎでも例えばそのキックの時にここからこう蹴れた方が
その水をこうたくさんこげるってわけでもない。非常に難しくて可動域が広いからこそ多くの水を捕まえれてるかっていったらそうではないですね。でもないんだ。でもまあ可動域が広い人を狭くすることはできるので、そこはやっぱりみんなストレッチとかは非常に長いですし、入水前でも練習前に絶対30分ぐらいはストレッチとかみんなやってますね。もう入水前でも。入水前にやりますね。直前にやる。直前ですね。やる人は。そこからちょっとこう刺激入れたりもする。緩めすぎてもダメってことですね。そうです。ストレッチ30分のドライ3、もう長いところだったら1時間とかやって、そこからプールに入って2時間以上練習みたいな感じですね。いや参考になりました。ありがとうございます。そしてですね、渡辺選手にはですね、他の方からも質問があって、人気だなもう。はい、半谷さんから、目をつぶってコースロープにぶつかることなく25メートルを泳ぐためのアドバイスが欲しいっていう質問があったんですけど、半谷さん、まずこの質問の意図は？はい。ですね、私まっすぐコレクションをしていまして、でまっすぐコレクションはい。なんでかっていうと、やっぱり見えてないんで線も見えないし、自分の体に意識を向けない限りまっすぐがわからないですね。でしかもスポーツを行うために思い通りに体を動かしたいって考えた時にはまっすぐを知っておく必要があるって考えたのがきっかけでした。まっすぐが基準になるってことですね。そうですね。均等とかまっすぐってやっぱり力発揮するためには強いと思うんで、でその中で走るとかいろいろやったんですけど、水泳泳ぎたいなまっすぐ。なるほど。水泳やってみました？やってみました。今のところ1000メートル泳いだうちの25ぐらいだったら1回分だけだったらコースロープに当たらないで済むんだけれど、まあなかなか難しくてアドバイス欲しいなと。これは大事ですね。これ大事ですね。大事な答えですよ。これ結構僕たちでも目つぶって泳ぐ選手が大半なんですよ。そうなんですか？結構泳ぐ時は目閉じますね。知らなかった。そんなこう目ばっちり開いて周り見ながらっていう時もありますし、練習中なんてプールの地面と側面しかないんですよ。壁しか見ないんで、もう全然その視野として楽しみは全くないんですね。なので基本的に目閉じてっていいんですよ。閉じててまっすぐ行けますかって話ですよね。だからそうです。ぶつかったことありますか？ないですね。ぶつからない。ぶつからないですね。なんかまっすぐ泳ぎたいとかっていうのをあんまり意識する必要はないと思います。僕はもう先ほどおっしゃられたようにこう左右同じことをすると推進力は同じだけ取っていくからまっすぐ進むんですよ。変にまっすぐに行こうっていうすると、例えば手が内側に入っていったりする。まっすぐを取ろうとするから、そんなことなくて右側やってることを左でやればまっすぐ進むと思います。なんでまっすぐって考えすぎない方がいいと思います。自分の左右の均等に出力するイメージで泳ぎ続ける。はい、それで大丈夫だと思いますね。早速帰って実践してやってみてください。だったら連絡ください。全然ダメなんだけど。全然できないんで。全然できない。別のアドバイスに変えてもらっていいですか？ちなみになんですけど、25とか50泳ぎ切った時に目上げずにもう25来たなっていうのは分かるんですか？全然わかります。もう大抵あれですね。例えば背泳ぎとかだと45メートルの時にフラッグって言って旗があるんですよ。でそれを見てあと5メートルだなって認識するんですけど、大抵の人はその旗なくてもわかりますね。すごい。私はよく壁に突っ込んで指を壁にぶち刺してます。いやでも半谷さんならではのいい質問でしたね。ありがとうございます。さあ続いていきましょうか。はい。続いてはこちら。今度は渡辺選手から芦田選手への質問。はい。僕も芦田さんもそうだと思いますけど、対人でやってるわけではない。ただ自分の競技の、僕だったら水、芦田さんだったら自分のプレーをするって先ほど言ってましたけど、それ非常にこう難しい部分がたくさんあると思っていて、僕が今最近すごく感じているのはもう調整方法が難しすぎる。相手がいないから。もちろん僕たちで調整方法って少しずつこう強度を落としていって体をこうリフレッシュさせてっていうのをしてるんですけど、競泳競技は2日間3日間プールに入らないと水の感覚がなくなっちゃうんですよ。なのでこう長期的に例えば5日間休みますとかができないんですよね。
っていう中で陸上競技の方とかはどういう調整方法をされてるのかなっていうふうに疑問に思ったので。お、なるほど。芦田さんいかがでしょこれちょっと相思相愛が起こっちゃったんですけどある私も渡辺選手への質問がほぼ全く一緒と言ってもいいぐらい、うんうんそのテーパーとかピーキングの話、記録スポーツならではの知りたいことだったのかなと思うので、私からもちょっとお聞きしたいなと思っていて、でまず自分が思うのは試合じゃないとベストパフォーマンス出ないんですよね。う。おこれ本番の練習で自己ベストってほぼ出ないんですよ。そういうもんですか。なんかアドレナリンなのか何かわからないんですけど、なので、練習は極力ベストは尽くすんですけど、試合ほどの高強度のパフォーマンスってなかなか出せないんで、その練習もそうですし、どちらかというとメンタリティな部分がすごく大事なんじゃないかなと思っていて、今自分が一番大事にしているのは常日頃より遠くに飛ぶっていう日々の生活の中でそれを選択して生きてるかっていうことを大事にしてます。もうそれはどんなことにおいても常日頃ちょっとでも遠くに飛ぶ。遠くに飛ぶためのそうです決断をしたいなって思って自分は生活をしていて、それが結果ピーキングなのかそういうところに入ってくるのかななんて思ってはいます。今渡辺さんの話だと離れちゃうとちょっと感覚が鈍っちゃうってことだったんですけど、そういう意味でいくと要はなるべく離れないってことですか。そうですね、離れないのもそうだと思うんですけど、なんでしょう、これ難しいですね。さっきのなんだか今日飛べそうな気がするみたいな部分もそうで、誰かを意識したりだとか、金メダルを取るための記録数字を意識してやっていくと自分の努力を見余ってしまう可能性が結構あって、この記録を出すために今やってる過程って本当は自分にとって正しい努力ってこれがあるのにより高い世界記録金メダルっていう値を追い求めてしまったがゆえにここが抜けちゃうみたいなこととかがあると思うんで、そういう意味でなんか日頃パフォーマンスを出すっていう思考は大事なのかなって思います。で競技の方は人それぞれ多分リズムとか作り方が違うんで分かんないんですけど、なんか自分はそんな意識でいますね。渡辺選手いかがですか。はい、でもやっぱある程度似たものがあるのかなっていうふうに思います。僕もやっぱり結果出すために、必要なことっていう選択をしながら日々生きてるなっていうふうに思うので、多分同じようなことを考えていらっしゃるのかなと思いましたね。その対人ではないというところで今の記録への考え方っていうのはどうですか。いやこれ本当に難しくて、これが分かればもっと記録って伸びていくと思うんですよ。で多分僕たち今、日本水泳界っていうのがあまり今年もですけどあんまり結果が出せてない中でそこがちょっと海外のチームとの差が生まれちゃってるのかなって個人的には感じてます。記録を出すにあたっての努力は日本人ってすごく真面目だし、練習に対してもすごく真面目に多分世界でもトップクラスに練習もしてるとは思うんですけど、最後のその調整段階のレースに向けてのメンタルを作っていくとかっていうのが多分苦手っていうところでちょっと差が開いちゃってるのかなとは思いますね。まさに今日芦田さんに投げかけた質問の部分ですね。これちょっともう少し膨らまさせてもらってもいいですか。はい、どうぞ。お聞きしたかったのが、全部の試合自己ベストで泳げるわけ飛べるわけないんですよ。なのでこの試合でベストパフォーマンスを出すってある程度想定して準備していかなきゃいけなくて、ってなると言い方があんまり良くないんですけど、ステージ試合みたいなことが起こってくるんですよね。試す試合みたいな。でそこの捉え方ってどう考えてます？ありますね。もちろん僕たちにも、ステージ試合、その課題を持ってここをやりたいとかっていうのを持ってレースをすることがあるんですけど、そこは結構ステージ試合に近いですね。で例えば、来月アジア大会がありますけど、アジア大会で前半こういうタイムでこういう泳ぎをしてターンしていきたいっていうのをやりたいだったら、例えば今ステージ試合があるんだったらそれよりも速いペースでいきます。速いペースでいくことによってその来月あるアジア大会はそれが楽に感じれる前半とかっていうことも起きるので、
そういったことは結構なんかこう思い切ってやってますね。一回やってみないと、一回思ってた以上のことやってみないとその手前はわからないっていうことですね。やってみるとそれが意外と楽に感じれる部分がある。はあ、いろんなこと考えてますねい。や深いですねこんなに。いや記録のスポーツは非常にまだまだ奥が深いし、全然分かってない部分が多いと思います。そうですね。記録を求める2人と、まあ相手がいる3人と。いや聞きたいこと結構ありましたね今の話の中でも。じゃあどうぞ。いや今のそのはじめの話で、その例えば金を取りたいで、金の今の記録がここで、例えばその東京の時の記録がここで、パリが多分ここって想定するじゃない。で自分が金取りたくて、で自分のベストパフォーマンスもそこに合わせたいってなった時に、そのここの差を埋めようとするとおかしくなるって話があった。なんかそこをじゃあその現実的に考えてどういうふうに埋める、そのモチベーションとかがさ、なんかちょっと今話聞いててどういうふうにそこにこうすり合わせを限られた中でしていくのかなっていうのが。これ結構難しくて、大会当日自分以外のみんなが風邪ひいた時に自分全然パフォーマンス良くなくても金メダル取れちゃうんですよね。それって嬉しいかって思った時にあんまり嬉しくなくて、自己ベストで4番の方が嬉しいんですよ。ってなると外的要因に意識しすぎると狂うっていう、そもそも金メダルがこれぐらいの記録だろうって確かに高確率でその記録になるんですけど、そうじゃないパターンがあるので、そこだけに縛られてトレーニングを積んでいっちゃうとエラーする可能性があるっていうのはそういうことなんですね。なので常日頃この瞬間この大会で自分がベストを尽くすっていう準備を常日頃365日毎日していくことが結果ハイパフォーマンスが出ることにつながってるんじゃないかなって思ってるっていう感じです。稲川さんどうですか、この深い先輩方のお話。勉強になります結構どうですか、競技に対してこういう深い思考みたいなのを今までしたことってあります？どうですか？いややっぱすごい自分はチーム競技をずっと続けてきてる身なので、その球技の中でもラグビーって、僕今は7人制をやってるんですけど、大学生の頃まではずっと15人制の方でラグビーをしてたので、15人ってなると球技の中で一番多い人数になるので、僕が意識してたのは自分のコンディションもそうですけど、どちらかというとその他者とのコミュニケーションの方をすごい重視してたかなって感じるので、そのやっぱ自分にその目を向けてその自分だけにフォーカスするっていうのが大事っていうのはすごい分かるんですけど、もう僕たちチーム競技になると自分のことも大事だけど、それ以上に周りとコミュニケーション取ってやるっていうのがすごい大事なので、すごい別の考え方だなって勉強になりました。本当にここは競技によって考え方も全然違うかなと思うところなんですけど、では続いての質問いきたいんですけど、続いてはですね、質問こちらです。半貝選手から三好さんへ質問ということでありがとうございます。すいません。半貝さんどんな質問でしょうか？はい三好さんがプレー中に目をつぶってもできること教えてください。はい。目をつぶってできること？でもね、先ほども渡辺選手泳げるって言ってました。泳げるって言ってたけど、バスケは無理でしょう？いや私もですね、得意のスリーポイントシュート目をつぶって打てるんですよ。そんなバカな。いや思うじゃないですか。いやですね、ファンの方とかが写真撮ってくださるんですよね。シュート打ってる瞬間、ほぼ 100% 目つぶってていい写真になんないんだじゃあ。そうです。いつもそうなんでこの顔するのってよく言われるんですけど、もう常に目つぶってて、でそれこそオールスターっていう、選抜された大会があるんですけど、そこのスリーポイントコンテストで、ちょっとそういった話題を取り入れて、目の上に目を描いて、それで出場しました。ごめんなさい。待って。ごめんなさい、変な写真ごめんなさい。ちょっとこれはさっきなんかいい話してた後にこんなごめんなさい。ふざけてはないですね。ふざけてない。目をつぶってますよというために。でもファンの方に目開いてる瞬間撮ってほしいんで目描いて。そういうことですね。こういう写真が残っていることが多いわけだ。そうですそうです。でも今回オールスターの時はちゃんと目描いてあったんで、目開いた状態の写真撮れてます。これで私優勝しました。スリーポイント入るんですか？つぶったまま？目つぶ大体これ打ってる時に大体こう目つぶってるんですけど、本当にアイマスク
をして実際にやるんですよ。やったりしてみたんですよ。できました。それ何を意識したらそのゴールがあるんですか？いやもう意識じゃないですね。それこそもう長年の打ってる感覚でもう大体まあこの距離、最初はアイマスクする前とか一応距離は見るんですけど、もうこのタッチで打てば入るっていうのが体に染みついてるっていうんですかね。再現性ってやつですか、これはひょっとして。だからそれまでにたくさん練習はするんですけど、結果感覚で打っちゃってるところはありますね。だからこれは結局だから実際その試合の時には別に見てはいるけど実はそんな見てないってことですね。そうですね。本当に自分のこのタッチ感覚だけでやってるし、それこそさっきなんだか飛べそうな気がするとかも、なんかシュート入りそうな気がするとか、そういったメンタルの持ち方とかもすごく大事なんで、目だけじゃないなっていうのは感じます。不思議ですね。どうですか、半谷さん、思ってた答えと。いやちょっと驚きましたでも確かに体が勝手に覚えているとか、意識しなくてもできるとか、そういうのを目指したいです。そうですよね、はいやっぱそれある意味理想ですよね。そうです。究極というかね。はい、目つぶったってできるって本当に言いたいです。つぶっても開いても関係ないんですけどはい。さあせっかくなんでどうですか皆さん、事前にアンケート伺いましたけど、今日聞いててさっきのここもうちょっと気になるとか、ちょっとこれ聞いてみたいんですっていうのがあれば。いや僕ありますね。あ、ミキさん出てきた。半谷さんに。半谷さんに。僕もコーチと、二人三脚でいろいろこう話しながらやるんですけど、今その半谷さんの話聞いてて、半谷さんすごいこう理論派っていう感じじゃないですか。でコーチがもうサーフィンに乗るみたいな感覚派じゃないですか。はい、なんかそこのすり合わせってどうやってするんですか。なんか今パリに向けてなんかそのサーフィンに乗れるようにみたいな感じだったんですけど、そこはこう自分の中でどういうふうにこう。そうですね。ちなみになんですけど、それ聞いて私一昨日サーフィンしてきました。実際にやってみようと。まずはそうとりあえずやってみようと。すごいコーチの言ってることよく分かんないからやってみようと。ちょっと荒波に揉まれてこようかなと思って行ったら、やっぱり波を受け流すには一回力を抜く必要があって、ボードが傾かないためには押さなきゃいけない、入れる抜くの繰り返しで、あながち間違いじゃないかみたいなのとかをしてきて、今度練習中にこの漢字とこの漢字の違いは何ですかを先生がやるのと私がやるのでズレを修正していきます。なので私だけが一方的に違うっていうのを繰り返すわけじゃなくて、先生がやったのを真似する、そこは真似になるんですけど、真似することでズレを言語化していきます。ただ先生はあまり言語化するとちょっとイライラしてくるみたいなのででもイライラするって言ってもそんなことはないんですけどはい、ただやっぱり言語化すごくこだわってやってます。あとはあと少しとかあとちょっととかって結局みんな使い方違うじゃないですか。ミキさんにとってのあとちょっとって指2本分かもしれないけど、私は1本分かもしれない。それが同じになるぐらいその言葉と実際の動きのすり合わせをしてから違いについて話すっていうのは意識してます。なるほど。はい、で一つ補足なんですけど、はい、コーチはすごく長い時間をかけて私の動きを作り上げてくれていて、見えないからできないんじゃなくて、私だからできないっていう理由を必ず探してくれるのがすごく今助かってるところです。見えないを理由にしないと。はい、できないことにもできることにも理由がある、らしいです。いいコーチですね。大好きです。ね、だからこそサーフィンって言われたらサーフィンもやってみるわけですね、まずね。そうですね。答えになりました。選手もすごいですよね。ミキさんいかがですか、今の答え聞いて。いやもう1時間ぐらいちょっとプライベートでお話聞きたいです。いやミキさん多分こういう話が好きだろうなと思う。めちゃめちゃ好きですね。聞き入っちゃいます。いやありがとうございました。では最後のテーマいきましょうか。最後のテーマこちらです。私の愛車自慢ということで、皆さんトヨタアスリートですから、愛車にまつわることを最後聞いていきたいなと思うんですけど、いつも乗ってる車とかあるいは移動に使ってる車、この辺りをちょっとアンケートで聞きました。はい、はい、ではまずはこちら
三木選手ラブ4。待ってくださいね。いきなり車の写真が出てくるかと思ったらなんかドアップで出てきましたよ。いやまあこれサイドミラーなんサイドミラーですねそうラブ4のサイドミラーなんです。ラブ4のサイドミラー、これ何の写真ですか？そうだからこう加工されてるんですよ。こうオフロードパッケージ2っていう特別仕様車みたいな感じで出されて、もう見た瞬間もう買うの決めて、ちょっとだからオフロード感のあるザラザラなわけですね。サイドミラー。そうなんです。たまらないここまでこだわってもらってるっていうのがもう自分の中ではもう見るたびにちょっとにやけますね。あと収納がいいんですよ。車椅子がタイヤ取らずにこう8の字なんですけど、はいはい車椅子タイヤってそれがこうポンと収まるっていうのがラブ4いいところですね。いいところですね。もう収納性もあってこうかっこいいな。るほど。できれば次は車体全体の写真も送っていただけると。これだけですか？車体の写真はないんですか？いろいろあるんあ、でいろいろあるんだ。そういうこと。送ってきてくれたのはこれだけです。いろいろあるいろいろ、はいチャームポイントって聞かれたから、はい。いきなりこのドアップの写真一瞬なんだと思ったんですけど、はいこれでした。はい。ありがとうございます。はい。はい、では続いてはこちらの方。これはこういうのね、こういうの普通はこうだと思うじゃないですか。いやそうだと思ってたん取ですよ。る時間だ渡辺選手、ご解説を。これ今乗ってるのは右のレクサス RX はい。の方を乗ってるんですけど、以前が左にあるレクサス LC を乗っていて、かっこいいですね。かっこいい、もう最高でしたよ。これもぜひ皆さんに乗っていただきたいです。何が良かったですか？買って先輩もうもちろんスポーツカーっぽくスピード速いんだろうなっていう感じのイメージを持つと思うんですけど、 LC っていうラグジュアリークーペって呼ばれるぐらいの車なので非常に高級感のある車なので乗ってて最高でしたね。いやー、水の中とどっちが快適でした？それは水の中です。水とね、どれだけ仲良くなれるか。そうです、水ですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後にもう一方いきましょうか。最後は、はい、三好さん出ました。私ですね。これはあれですね、確か銀メダルを取ったご褒美。あ、そうです。銀メダルのご褒美でレクサスの NX をキントで乗らせていただいてます。いや、どうですか、これメダル取るとご褒美あるみたいですよ。皆さんメダル取れば乗れます。急に最後の最後に来ました。でもこれいいっすね。いや本どうですかレ当にクサス。こうね、なかなか自分では手届かないとこだったりはするんですけど、こんないい車に乗らせていただいて、それこそこうエンジンかけた時のスタートボタンを押した時の音が大好きです。やっぱあれですか。これその銀メダルのご褒美でもらったということは、乗るたびに銀メダル取ってよかったってやっぱ思うわけですか。すいません、思ってます。皆さんメダル取れば。それなんか金メダルだったらなんか LFA とかそんな感じだったんですか？いや LFA とか言ってきますもんね、渡辺選手はね。大好きなんで。いやー、ぜひね、皆さんにもいや本当そうですパリでメダルを取っていただいて。そうですね、これをモチベーションに頑張っていただきたいなと思います。ということで、皆さん今日いろんなお話聞いてきましたけれどもありがとうございました。まだですねいろんな話聞きたいところではあるんですが、ここでですねちょっとご覧いただきたい映像があります。皆様の所属部署の方からメッセージもらいました。ご覧ください。渡辺選手の勇姿、魂のこもった泳ぎ、職場のみんな勇気をもらってます。パリオリンピックに向けて最後まで頑張ってください。渡辺一平選手、頑張芦田さんの頑張る姿にいつもたくさん元気をもらってます。私たちも頑張ります。より遠くへ。ミキさんの粘り強く熱いプレーにみんなエネルギーをもらっています。ありがとう。パリパラリンピックに向けて決めろスマッシュ。関内選手、頑張れ。関内さん、頑張ってください。やればできる。関内選手、頑張ってください。一平ちゃん、セブンス日本代表メンバーへの選出おめでとうございます。職場の仲間が世界を相手に戦っていることを本当に誇りに思います。めっちゃかっこいいトライ期待してます。シャベツのみんなも応援してます。頑張れ一平。さあというメッセージでしたけれども、まずどうですか、谷中さんはトヨタ入社まだ1年目ということで、はい所属部署の皆さんからの応援どうですか。そうですね、なかなか愛知に帰ってお会いする機会も少ない中で、いろいろ帰ってきた時にはすごい温かく声かけてくださる方ばっかりなので、
こういったさっきの映像もそうですけど、すごい温かい部署で本当にありがたく思います。半谷さんはどうですか、今やればできるっていうコメントがありました。心強い応援のメッセージで頑張りたいなと思いました。やっぱそうですよね、この所属部署っていうのは、さっき一平さんこれ見ながらいい部署なんですよっておっしゃってました。ありがたいですね。嬉しいです。なんかこう連絡もくださいますし、日本選手権とかも非常に応援に来てくださったりだとか、トヨタのタオルを持ってくださっている方がたくさんいらっしゃったので、そういうなんかこう心強く感じます。芦田さんもね、総務部の方、ジャパンやっぱいつも来てくれてますもんね。嬉しいですね。なんかやっぱ孤独に感じること結構アスリート多いので、その中で近くで応援してもらっているというのはすごく力になるなと思います。三木さんはいかがですか？いやそうですね、もう所属部署の方々もそうなんですけど、本当にこう自分の場合海外遠征が多くて、で行った先でトヨタのこう、グローバルさをこう感じるというか、もう応援に来ていただいておにぎりの差し入れとかをこういただけたりするので、いやそこが本当にこう心強いですよね。海外で食べるおにぎりたまんないって言ってましたもんね。いやたまんないですね、本当にもう試合終わりとかに食べるともう本当に満たされます。いや本当にだから世界中どこ行ってもねトヨタの仲間がいるっていうのは本当にこのパラリンピックオリンピック世界の舞台で戦う上ではすごく大事だなというのをいつも感じますけれども、ではですね最後に、皆さんからですね一言ずつパリへの意気込みというのを伺いたいなと思います。では芦田さんから順番にいきましょうか。最高の準備をして、最高に楽しみたいと思います。応援よろしくお願いします。まずは11月のオリンピック予選に向けていい準備をして、そこで優勝してパリオリンピックの出場権を獲得して自分も出場できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。東京では不甲斐ない結果だったので、次はメダルを持って、皆さんにご報告できるように、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。東京大会以降怪我をしていて、ようやく試合に戻ってくることができました。多くの人に支えてもらってようやく挑める舞台なので、4大会目のパリでは絶対にメダルを取る気持ちで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。あと1年ということで、競泳競技を誰よりも楽しんで、一番笑顔でレースをしていきたいなというふうに思っています。もう出場と金メダル獲得を目標に頑張っていきます。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。いやこれだけのメンバーが集まってくれて、今日はたっぷりといろんな観点で話してもらって面白かったですね。いやもう本当にこんな深い話が聞けると思ってもいなかったのですごかったです。いやそうですね。谷中さんどうでした？本当に素晴らしい方々のいろいろずっと僕のこと見てプレッシャーかけてるからじゃないですか。バカにしてるとかじゃない。プレッシャーかけてるすごいいいお話がいっぱい聞けて、すごいいい勉強になりました。すごいラグビーに通ずる部分も絶対ありますし、自分の競技にしっかり生かしていけたらなと思います。半谷さんいかがでしょう？はい、いろんな競技の方の特徴あるお話を聞けて、私の質問の枠がどんどん広がりました。でまた今後引き続きいろんなスポーツの専門のアドバイスもらえたら嬉しいなと思いました。ありがとうございます。いやそうですね。まっすぐコレクションをぜひとも皆さん協力してあげてください。お願いします。はい、よろしくお願いします。ということで皆さん本日お忙しい中ですけども集まりいただきまして本当にありがとうございました。トヨタイムズスポーツこれからもですね、パリオリンピックパラリンピックに向けて1年間全力で皆さんのことを応援していきますのでよろしくお願いいたします。三好さんもどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけでいかがだったでしょうか。アスリート同士がね集まって話をするとですね本当にもうなかなか話題止まらずという感じで、最後ね、ちょっと三好さんの衝撃写真もありましたけれども、皆さんのねそれぞれの競技の魅力というのもよく分かりましたし、何よりこうトヨタアスリート同士のこの横のつながりというのがね、感じられて、最後新人アスリートの谷中選手もねすごくリラックスした感じになってましたから、そういうところすごく良かったなと思います。実はですね収録時間、1時間半くらいになってしまって泣く泣くカットさせていただいた部分もあるんですが、今後ねぜひ取材したいなと思う部分もたくさんありましたので、今後トヨタイムズスポーツとして追いかけたいなと思います。パリに向けて引き続きトヨタイムズスポーツとして国内外の GTTA 全力で応援していきたいと思います。以上特集でした。
さてここからはトヨタアスリートの競技結果と予定をお伝えしていきます。まずは女子ソフトレッドテリアーズからいきましょう。JD リーグは後半戦が地元豊田市で開幕。初戦の SG ホールディングス戦は澤田選手が3安打の活躍で勝利。東海理科戦は亀田選手が均衡を破る先制タイムリーを放ち見事2連勝。明日からは高木と塩野義との2連戦が北海道で、先週紹介した新戦力メーガン・ファライモ投手も出場するかもしれません。無料配信もあるので応援よろしくお願いします。続いてはサッカーです。名古屋グランパスシャチの大祭典最終戦はホームトヨタスタジアムに3万3000人が来場。試合は稲垣選手の得点で先制するも後半に同点ゴールを許し引き分け、なんとか連敗をストップしました。一方ルヴァンカップの準々決勝第1戦は逆の展開。鹿島相手に1点リードを許すも後半アディショナルタイム土壇場で久保選手が同点ゴール。リーグ戦負けなしのホームで粘り強さを見せ引き分けに持ち込みました。来週はそのルヴァンカップの2戦目アウェイの鹿島戦。去年越えられなかったベスト8の壁、まずは突破しましょう。さらにサッカー日本代表の試合が9日ドイツ戦、12日トルコ戦と行われます。グランパスからは森下選手が選ばれています。ドイツ戦は NHK 総合、トルコ戦は日本テレビ系列で生中継があります。続いてラグビー、いよいよワールドカップが開幕。日本代表は日曜に初戦、世界ランキング22位のチリ代表と戦います。体格の良い選手が揃いタックルやスクラムを武器にしているチリに日本は素早い攻撃で崩せるか。姫野キャプテンのリーダーシップとジャッカルに期待です。 NHK 総合で生中継がありますので一緒に応援しましょう。さあ続いてはビーチバレーボール部。中国で行われたコンチネンタルカップのオリンピックアジア大陸予選は橋本選手が1位通過でファイナルフェーズ進出を決めました。男子も2位通過で第2フェーズへの進出を決めていまして、日本代表のパリオリンピック出場権獲得は男女ともに可能性を残しています。さあそしてマイナビジャパンツアー都城大会、石島選手やってくれました。見事大会連覇おめでとうございます。その石島選手からコメントが届いてます。都城大会優勝することができました。また、来週は、ホームの、名古屋にて、ジャパンツアー開催されます。会場にたくさんの方が応援来ていただけると思ってますので、一戦一戦集中して、戦っていきます。やったぞー。石島選手ありがとうございます。さあ今あったようにですね、明日からそのマイナビジャパンツアー名古屋大会、名城公園隣野で行われるこのトヨタにとってはホーム大会ですね。橋本選手は大会3連覇を狙うことになります。これ去年の写真なんですけどね、こんな風にトヨタ応援団で会場をいっぱいにして応援してくれると嬉しいです。今日は明日からの本戦出場をかけて西堀選手、山田選手のペアと進藤選手がね予選を戦っているということです。さあ続いて女子バスケアンテロープス、韓国で行われたサマーリーグは初戦に敗れたウリ銀行と決勝を戦いリベンジ。シーズン初戦で見事優勝おめでとうございます。今シーズン2年ぶりにアンテロープスに戻ってきた安間選手が MVP を獲得しました。そして大賀ヘッドコーチからコメントが届いてます。このような機会をいただいたことに本当に、感謝しています。あと本当に伝えたいのは選手たちが本当に頑張ったと思います。みんなすごい最高。選手にまず本当にありがとうと伝えたいです。ただ今大会何よりも成長するために臨んだ大会だったので、選手はそれを本当に毎日それを続けた結果だと思います。これをやめずに次の、オータムカップに向けて頑張っていきたいと思います。オータムカップもそうですけども、成長するための、大会に、していきたいと思っています。選手だけじゃなくてコーチ陣もスタッフも全員が成長できる、大会時間にしたいと思います。応援よろしくお願いします。大賀さんありがとうございます。今日から岩手でそのプレシーズンマッチオータムカップ始まります。キャプテンの河合選手は人数が少ないですがそんなことを感じさせないアグレッシブなプレーと大盛り上がりのベンチに注目してくださいとのことです。韓国の勢い持ち込んでここも勝ってダブルリーグになだれ込んでいきましょう。さあ続いては国立で行われました長瀬カップ、トヨタのパラアスリート4人が出場しご覧の結果でした。長瀬カップは健常者とパラアスリートが一緒に競技するというのが特徴でして、写真のようにですねこの健常者と義足の佐藤選手一緒に走るシーンも見られました。
さあおしまいにモータースポーツいきましょう。スーパー耐久は茂木で5時間レース STX クラスの14号車は残り1時間15分ほどでマシントラブル、トップから9周遅れの6位でゴールしました。一方ですね、メーカーの開発車両が出場する STQ クラスではオートマの GR ヤリス DAT コンセプトが32号車として初出場。この DAT 車両の出場について森蔵選手はオートマチックしか運転できないから自分にはモータースポーツは関係ないんだという方々にも関心を持ってほしいという思いを持っています。今回ですね、普段2秒以上の差があるプロドライバーとジェントルマンドライバーのタイム差が2秒を切ったそうなんですね。それだけこの DAT というのがモータースポーツの裾野を広げることに一役買っている、そんな可能性を感じましたということで、こういうチャレンジもあるんですねという、そんなスーパー耐久でした。ではモータースポーツの予定いきましょうか。先週お伝えしたようにですね、この週末モータースポーツ祭りなんです。まずはこちら、富士スピードウェイでウェック第6戦富士6時間レースが開催されます。今回のウェック富士見どころ満載なのでちょっとポイント整理しました。富士6連覇ということで、まずですね、トヨタにとって日本の富士で行われる今回はホームレース、現在5連覇中の地元では負けられませんし、ライバルのフェラーリの地元イタリアモンツァではトヨタが勝っていまして、当然ライバルはやり返す気満々でやってくるはずです。さらに2つ目、今回の富士を入れてウェックはあと2戦、最終バーレーン戦を前にトヨタの5シーズン連続のタイトル獲得が決まる可能性があります。ちょっとチームランキング見てみましょう。現在トヨタが152ポイント、フェラーリは126ポイント、その差26、最終戦で詰めることができるポイントは最大39なので、今回の富士で13ポイント以上の差をつけられればトヨタは5シーズン連続のタイトルを地元で決めることができるということなんですね。ぜひとも、富士スピードウェイ皆さん足を運んでウェックチーム応援していただければと思います。よろしくお願いします。さあそしてですね、同じ週末に WRC 世界ラリー選手権もあります。第10戦アクロポリスラリーギリシャ、気温が高くてマシンにもドライバーにも負荷が高い大会、トヨタは4台の GR ヤリスが出場して今シーズン8勝目を目指します。では恒例の WRC 最終戦ラリージャパンカウントダウン、今日であと69日だんだん迫ってきましたね。ただですね、その前に、WRC のチーム代表は日本の北海道で全日本ラリー北海道に参戦します。こちら、はい、車は GR ヤリスラリー2、これまでノリさんこと勝田紀彦選手しか乗っていなかったラリー2にね、ラトバラ選手も乗ります。このラリー2には車載カメラを設置してトヨタイムズで生中継します。詳しくは番組の最後でお伝えします。以上、トヨタアスリートの競技結果と予定お伝えしました。さあ、今日もコメントたくさん書き込んでくれたと想像しております。本当にありがとうございます。ただ今日はですね、生配信ではないので、ちょっとコメントの紹介というのはできないんですが、後ほどしっかりと読ませていただきます。それから今回ご覧いただいた方、ぜひチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。それからですね、ちょっと一つ告知をさせてください。先週もお知らせしましたけれども、いよいよこちらあさってになりました10日にスカイホールトヨタでトヨタスポーツフェスティバルが開催されます。ご覧のようにですね、宇野昌磨選手らのトークショーがあったり、トヨタが誇るトップアスリートと一緒にスポーツを楽しめるイベントがあったりということで、参加無料となっています。ぜひ10日はスカイホールトヨタにも足を運んでみてください。さあ次のトヨタイムズスポーツの告知なんですが、もう明日の話ですね。明日の朝11時から生中継をスタートします。ラトバラ選手、勝田紀彦選手が出場する JN1 クラスを中心とした生中継、そしてここに書いてある通り土日両方行われる森蔵選手とユハカンクネンさんのデモランも中継する予定です。ぜひこのラリー北海道中継もチャット欄でのコメント参加お待ちしております。さあということで、今日も、ご覧いただいた皆さん本当にありがとうございました。トヨタイムズスポーツ、ここまでのお相手は森田京之介でした。それでは明日11時にワントヨタ。
悔しくて泣き叫んだ日誰にも甘えられない日々、孤独に不安を抱いて幕が上がりさあ始まるこのストーリー、刻みたいな Our history、 狙うのはてっぺんのヒーローヒロイン、 We all teammates、 We gonna make it shine、 飛び込むのスポットライト、Some days when I cried and cried all night. There were some days that I couldn't show myself. With loneliness in my heart. We all teammates. We gonna make it shine.